ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。今回は海外鉄道の乗車記録をゆっくり実況でお届けする、ゆっくり海外鉄、旅シリーズだ。我々が今いるのはフィリピンの首都マニラ。今回は異国の地で活躍する日本出身の車両に乗ってみるぜ。すごい砂ぼこり。フィリピンの路線環境は過酷そうだね。そんなフィリピンで活躍する車両が、203系だ。203系はかつての常磐観光船の車両である。乗り入れ先の千代田線でも見ることができた。アルミ合金の車体や他の字型の窓、地下鉄乗り入れに対応した貫通扉などが特徴だぜ。201系などと同世代の国鉄型通勤車両だね。203系は国鉄末期の1980年代に製造され、2011年に E233 系2000番台に置き換えられるまで約30年間の間首都圏の通勤輸送を支えた。引退後、203系の一部編成は東南アジアの2カ国に譲渡されることとなる。1カ国目はインドネシア。ジャカルタの通勤路線に投入され現在も現役である。そして、2カ国目が今回紹介するフィリピンだ。2012年に10両編成4本が譲渡された。早速、異国の地で今も活躍する203系に会いに行こう。行ってみよう。フィリピン国鉄はマニラのターミナル、ツプバン駅から北と南に伸びる2路線を運営しており、203系は南線で運行されている。ここはフィリピン国鉄南線の江戸佐駅。今日はこの駅から203系に乗車するぜ。線路は草に埋もれていて本当に電車が来るのか心配になるね。そもそも、この路線は架線がない非電化路線だから電車の203系は走れないんじゃない？疑う気持ちはわかるがとりあえず列車を待つとしよう。しばらく待っているとアラバン行きの列車がやってきた。ごついオレンジ色の機関車、客車列車かな？ 203 系ではなかったね。早まらずに客車をよく見てほしいぜ。あ、よく見ると203系だ。グレー一色の謎な塗装になっているね。そうだな。フィリピン国鉄は譲渡された10両編成の203系を5両編成2本に分割した上で、アメリカ製のディーゼル機関車で牽引しているのだ。つまり、フィリピンの203系はもはや自前のモーターでは走行しない、客車になったんだぜ。海外に譲渡された日本の車両は数あれど、電車が客車になった例は珍しいね。203系はもともと10両編成だったのを2分割されたわけだが、先頭車の向きは揃えられている。下り側が先頭車で、上り側が中間車だ。つまり、上り列車を後ろから見ると203系の先頭車が見え、下り列車を後ろから見ると中間車が見えるぜ。走行中に中間車の車端部が見えるのは新鮮だね。ところで、フィリピンの203系はなんでグレー一色なの？機関車は鮮やかなオレンジ色なのに、客車がこの色なのは違和感あるね。これは新塗装への塗り替え中の一時的な下塗り塗装のようだ。元々の塗装は紺色の下地にピンクの帯だが順次グレー塗装に変更されている。ちなみに、まだ旧塗装の編成も残っているぜ。ところどころ肌色になっていたりして、補修作業中であることがわかるね。外見は日本での現役時代と比べてかなり変化しているけど、車内はどんな感じになっているのかな？早速車内に入ろう。結構混んでるね。そうだな。冷房はよく効いていて快適だぜ。外見から想像するよりも車内は小綺麗だね。当たり前ではあるけど、まるで日本のような風景だ。9時59分、ディーゼル機関車に牽引され203系がゆっくりと動き出した。乗車中の列車はフィリピン国鉄南線、ツプバン発アラバン行き列車だ。江戸佐から先、アラバンまでの途中の停車駅は、ニコルス、フードターミナルインク、ビクタン、スカットの4駅。終点までの所要時間は30分程度だぜ。車内の様子を見てみよう。車端部には名板もしっかり残っているぜ。禁煙のプレートと非常通報ボタンだね。蛍光灯は外されているのかな？そうだな。半分ほどしかついておらず、車内は薄暗いぜ。日本での運行時と違って車内に広告が一切ないからちょっと違和感があるね。窓ガラスは傷だらけで、外の景色は楽しめそうにないね。そうだな。ただ、数年前までは透析対策として窓に金網が張られ、ドア窓は鉄板で塞がれていたから、その頃に比べると閉塞感は減ったぜ。透析？沿線の治安は大丈夫なのかな？国鉄沿線にはいわゆるスラムも多く、そういった場所の子供たちが石を投げることがあるようだ。少なくとも車内には鉄道職員がいるので治安面の心配は少ないと思うぜ。しばらくすると車掌が切符の確認を始めた。フィリピン国鉄の切符はこんな感じだ。この区間の運賃は15ペソ。
日本円で約35円だぜ。かなり安いね。フィリピン国鉄の保線状況は良いとは言えず、吊り革に捕まらないと立っていられないほど揺れが激しいぜ。吊り革代わりなのかロープが張られているね。最後尾に行ってみよう。この列車は下り列車なので、先頭が機関車と203系の先頭車、最後尾が203系の中間車である。貫通扉の窓からは列車の後面の景色を楽しめるぜ。中間車貫通扉の向こうが外というのはかなり違和感がある光景だね。窓から最後尾の車窓を見てみよう。列車は今フードターミナルインク駅を出発したところだ。乗客はかなり多いね。フィリピン国鉄の駅は近年改築されており、どこも小綺麗だが、ホーム下に避難スペースがないのが違和感があるぜ。線路は緑地化が進んでいるね。すれ違った列車は PNR の主力車両、8100型、インドネシア、インカ製の機動車だぜ。列車は砂ぼこりを上げながらマニラ近郊を南へ進む。線路際には掘ったて小屋の住居や手作りの鳥小屋、ゴミの山などが見られるぜ。線路を歩く人も多いね。ここから先は単線区間だね。列車が通り過ぎるとすぐに線路に人が集まり、自作の乗り物を線路に乗せて運行を始めるぜ。自作の乗り物？そうだぜ。マニラ近郊では地元民が線路にトロッコのような乗り物を乗せて人や物を運んでいるのだ。乗り物は竹製で軽いので、列車が来たらすぐにどかすことができるぜ。日本で線路内侵入なんて起きれば大騒ぎになるけど、フィリピンでは日常的かつ組織的に行われているのね。しばしフィリピン国鉄沿線の風景をご覧ください。10時32分、列車は定刻よりやや遅れて終点のアラバンに到着した。乗客が降りたところで車内を観察してみよう。汚れやゴミはなく車内は小綺麗だ。ちゃんと掃除されていることがわかるぜ。シートはグレーのビニールに変更されているね。列車を降りて外からも観察してみよう。最後尾の様子だ。中間車の車端部が露出している状況はやはり違和感があるね。列車がアラバン駅に到着するとすぐ、折り返しのための木回しが行われる。ディーゼル機関車は米国、ジェネラルエレクトリック製の900型、1970年代に製造された年季の入ったアメロコだ。塗装は何度か変更されており、数年前に紺色から鮮やかなオレンジ色に塗り替えられたぜ。古い車両だけど新塗装でイメージが変わったね。この列車はアラバン駅到着時点で発車時間を過ぎてしまっているため、木回しはテキパキと行われる。203系の連結機はフィリピンで交換されておりアメロコとの連結も可能だぜ。側面はこんな感じだ。客車化されたことでモーターなどは不要になったが、床下の機器はそのまま残されているぜ。重心の問題などで取り外すのは難しいのかな。ただ、モーターは動かさないとしても車内灯や冷房のための電力を調達する必要がある。客車列車の電源は電源車や電力供給能力を持った機関車であることが多いが、203系の場合は先頭車の4分の1ほどを区切って発電機を設置している。この部分は換気のため窓ガラスの代わりに金網が設置されており、ドアも半開きだ。車内から見るとこんな感じ。壁が設置されていて圧迫感があるぜ。異様な光景だね。ちなみに、走行中は発電機の音がかなりうるさいぜ。203系の前面も見に行こう。前面も灰色一色になっているね。まるで塗装前のプラモデルみたい。あれ、よく見ると昔の国鉄のマークが残ってない。そうだな。
懐かしの JNR のロゴだ。このマークは JR マークに変更されたはずだが、塗装変更時に下から現れたようだぜ。この編成は JNR マークが残っているが、別の編成ではなんと我孫子行きの表示幕がそのままになっているぜ。よく見ると常磐線時代の帯の色が少しだけ残っているね。客車化されてからライトが使われることはないらしく、片方は割れたままになっているぜ。ちょっと痛々しいね。最後にマニラ都心方面へ引き返す203系を見送ることにしよう。異国の地で奮闘する元常磐線203系、これからも末永く活躍してほしいね。グレーの次はどんな塗装になるのかも楽しみだな。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。